どう思われますか、この作品。ベタっとしたじゃないですけど、当館が誇るメガになんちゃっておかしなところがあったりもするんですよ。おかしなところ、もしかして三角形を作るため、面白い。ようこそ南の美術室へ。横浜美術館の館長倉谷さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。前回は美術館のマナーについてお話しいただいたんですが、今回は実際美術館に来た時の絵の見方わからないよっていう方も多いと思うので、ぜひ倉谷先生にご教授いただければと思います。頑張りますこちらはセザンヌ。はい、これコレクションですか？そうですね。横浜美術館が持っている作品ね、結構教科書に出ているような人が平気で横浜市の片隅に展示されております。じゃあこの名画を使ってはい講座を、うん、ありがとうございそうま。ですすね、はい、例えば最初に見た印象として和知さんどう思われますか、この作品。なんか艶がないな。艶がない画面に顔に顔ですかね。なんかすごく目の中にこう光がなくて、この部屋の中にも光のイメージがないので、ちょっとベタっとしたじゃないですけど、空気感あるなっていう、ベタっとした空気感、はい、印象。当館が誇るメガになんちゃって大丈夫大丈夫。でもね、意外とそんなもんですよ。素直な感想が一番で、名画だからなんかいいとこ探さなきゃとか思うとね辛くなるんで、正直に。はい、正直。あと男性か女性か分かりづらい。まあ女性か、ギリギリ女性かなみたいな。どの辺が分かりづらい感じですか？女性ってもうちょっとふわっとつやっと血色あるように描かれるイメージがあったので、それにしては田舎っぽく描かれてるなっていう印象。例えばほぼ同時代の人としてルノワールとかいるとつやっとバラ色のほっぺで金髪ふわふわみたいな感じに描かれるけど、だいぶ確かにズボッとした感じに見えますね。ちょっとかわいそうなね思いました。髪もすごいペタッとされてて、なんかねボリュームがある方がすごい女性的になんかいいイメージがあったので。髪がペタッとねペタッとされてるなっていう。さすが、やっぱり最初はその辺から入るのがね、すごい重要です。特に人間だからね、この人どんな気分なのかなとか、なんかがっしりしてるなとか、すごい誰でも感想は生まれますよね。まずその辺から素直に入ってみると、誰でも何らかの感想を持つことはできますよね。今和知さんがやってくださったのはディスクリプションっていうものなんですね。ディスクリプションなんでしょうか？英語で記述するっていう意味の言葉なんですけど、これすごい古典的な美術史を勉強する人の一番最初にやることの一つなんですね。何かっていうと、この画面の中にいろんなものが書かれてるけど、一つ一つじっくり見てそれを言葉にしていくっていうことなんですね。確かに今無数に出てきましたね。とりあえず述べるっていうことをやりましたけど、万が一ね何の感想も出てこないと思ったら、まずね、例えばこっちの端からこっちの端までね、ひたすら見えてるものを言葉にするゲームみたいなのをねやる時もありますね。奥さんなんですね、セザンヌの。そうらしいですね。どうしよう、私すごい悪いこと言っちゃいました。最初にキャプション読んじゃっても私は全然いいと思うんだけど、今みたいに途中で気づくのも結構面白くって、奥さんだって最初に知ってたら男性かもとかって思わないですよね。確かに、知ってる人ほど奥さんでしょ、子供できてもずっと籍入れなかったんだよね、夫婦仲が悪かったんだよね、ずっと別居しててみたいに思ってしまうでしょ。で実際奥さんの絵って大体全部こういうぎこちないというか硬いというか固まったみたいな顔で描かれてるので、ずっとこう美術評論家や美術史家は2人は仲が悪かったとか、セザンヌは奥さんのこと全然好きじゃなくって単なる都合のいいモデルと思ってたとか書いてきたんだけど、いや待て待て、セザンヌ会った人いないし、もうで夫婦のことなんかそんな分かるわけないってすごく思うんですよね。である女性の美術史家がスケッチなんかは笑ってる奥さんとかベッドでくつろいでる奥さんとかもっと柔らかい絵があって、奥さんが不愛想でセザンヌと仲が悪かったからこういう絵になったんじゃなくって、セ
セザンヌがこういう絵にしたかったからこうなったのであって、はいはい、本当に仲悪かったらあえて絵に残さないかもしれないですもんね。セザンヌってね自画像をすごいいっぱい描いてるんですけど、はい、その自画像と同じぐらい枚数ね奥さんの絵があるんで、でも肖像画って描くのにねすごい時間かかるんですよ。でセザンヌは特にかかる人で、モデルさんの方は生きてるからやっぱり機嫌のいい日悪い日楽しい日辛い日いろいろあって、この中にはその表情が多分ね何百個もギュッて凝縮されて結果この顔になってる気がするんですよね。例えばねこっちの目だけ隠してみてください。意外とパチッとしてませんか？してますしてます。こっちの目だけ見ると割とぼやんとしてますね。してますね。ね、実はね左右の目の表情全然違うんですよ。あ、両目で見るとダメだ。うん。両目だとダメだ。うん。あれ？片方ずつ見るとね、この日は機嫌のいい日かもしれないし、こっちは割と疲れてる日かもしれないしみたいなね。確かに。こっちからかな。うん。左右で違う人みたいですね。でしょでしょ。となると一日の印象じゃなくて、多分いろんな日の印象がこういう形で入ってるのかなみたいなね。そうするとやっぱそれだけの時間を夫婦がキャンバスを挟んで座ってるわけだから、大嫌いがないんじゃないかしらねって私もね思います。でもこれは新しい肖像画の見方ですね。じゃあまず、こういう絵に出会った時は、ディスクリプション、そうですね、端から端まで見てみる。あとはね、例えばもっと細かく絵を見てみると、おかしなところがあったりもするんですよ。おかしなところ、そういうの好きです。油絵ってね写真と違うので、好きなようにできるんで、フェイクにできますもんね。変な部分があったらそれはねその人がやりたかったからそうなってるわけですよね。作者の意図が感じられる。そうするとね、変なフックほど、この人はもしかしてここが本当にやりたかったのではみたいなね。じゃあちょっと違和感を探せじゃないけど、変なとこありませんかこれ。うわ、細かく見てください。気になるのはこの布ですかね。そうそうそう。この布ね、何ですかねこれ。これ何なんでしょうかね。この下に写ってるものも謎ですし、例えばこれなかったらどうですか。ないとちょっと明るくなるんですかね、印象が。そうですね。実際にはなんだかわかんないんだけど、わからない。本当にかかってたとしてもいらなかったら消せばいいわけじゃない。私はそのセザンヌが壁、人っていう奥行きが生まれないように同じような色を置いたのかなって思ってますね。この頃一番重要だったのは、ヨーロッパの絵画あって、この絵の中に3次元空間があって奥の方にお城がありますみたいな絵を描いてきたわけですよね。正確な写真のような目で見たものがそのままっていう。だけどこの頃の画家、特にセザンヌはいやいや3次元空間があるふりしてきたけど絵ってぺったんこだろう実はっていうことに気づいてしまってるんですね。なんかこの右半分と左半分で違った世界にも見えますね。ここまっすぐ線を引いてみると、こっちとこっちで描き方が違ったりするかもしれないですね。面白い。こういう見方も生まれてくるんですね。でしょでしょ。今このカーテンに着目したから、ここの塗られ方の違いにも気づきました。そう、こっちの空間の立体感とこっちのペタ感は違うっていうことに気づいてしまったわけですね。面白い。これ切り取ってみるってすごく面白いですね。じゃあちょっとフリップを。フリップさんこれはね、何ですか私が書いたセザンヌさんの有名な言葉です。ちなみに私は油絵科を卒業しておりますので自分で絵も描けるんですよ。美大のご出身でもあります。そうでございます。はい、バチさんにはじゃあ質問です。これはセザンヌさんの有名な言葉です。自然を円筒形と球形丸ですね、円錐形によって扱いなさいってことをセザンヌさんは言ってるんですね。で平たく言うと幾何学ですよね。世の中って曲線もあるし、なんかきっちり決まってないぐちゃぐちゃした形もたくさんあるけど、セザンヌさんはそこに幾何学的な形を見つけることで画面にまとめるんだ、これがコツだってことを言ってるわけですね。じゃあこの絵の中に幾何学的な形を見つけることできますか？ソファーが逆三角？そうですね。これでいいですか？この感じで。いいと思いますよ。左上も三角に見えていて。左上。カーテン？カーテン三角に見える。
目口で逆三角にも見えますし、あれ三角しか見つからないです。1三角、2三角、3三角、4三角、2の三角。私ね油絵科出ているのでデッサン結構見るんですけど、この方はねすごいおかしいんですよ。そうなんですか。本当だったらもっとこっちまであってもいいんじゃない、この方の。確かに。なのになんかものすごい撫で方にされちゃってるのは、もしかして三角形を作るために撫で方にされた。で、あと頭の毛が割とふわっとしてなくてペタッとしてるっておっしゃってたじゃないですか。確かにねペタッとしてるんだけど、これよく見るとねもっと毛があったんですよ、こっちに。消されてる。で上から緑色の壁の色が塗られてるでしょ、ここ。本当ですね。ということはペタッとさせよったんですよ、わざと後で。それはなぜかというと三角形を作るためこの絵は三角形を組み合わせてできていて、面白い。三角形にするためにどうも夫人はいろいろね髪の毛をペタッとされたりありえない撫で方にされたりしているんじゃないかと思うんですよね。だからこんな見た目になってしまったんですね。そうでかもしれない。こんな見た目のおかげでなんか不愛想な人だから仲が悪かったんじゃないかとか言われちゃうわけですよね。その意図は何なんですか、三角形で整えるっていう。世の中って普通にわーって見ちゃうと、はい、例えば木の葉っぱがランダムについているとか、草もねくちゃくちゃっとした形をしているとか不定型なものが多いんですよね。はい、でもそれを全部そのまま描こうと思うとなんかね割とパニックになるんですよ。どこに集中していいかわからないっていう。そうすると例えばこの木は細かく見るとものすごいいろんな形入ってるけど、とりあえず三角にしとけとかね、単純化して全体を捉えていくとようやくこう世界の仕組みみたいなものを考えながら一枚の画面に収めることができるんですよ。鑑賞者としてはね100年ぐらい前に死んじゃったセザンヌの内緒話を聞いてるようなね、これがやりたかったのか君はみたいなね、お話ししてる気分になるんですよね。構造を見て、作家の意図を探るじゃないですけど、そういう見方もあるんですね。初心者の方にね、めっちゃおすすめです。知ってもらえたらよりアートが楽しめるんじゃないかと思います。ではありがとうございました。ありがとうございました。